今回はですね、千代さん、はい、 GR スープラは楽しい車なのか、筑波サーキットです。ねはい。え、トヨタスープラじゃダメなの？一応車の名前が GR スープラと名付けられているので GR スープラです。90でいいんじゃないの？実際にはGR スープラです。そうまあ通称90スープラですね、日本的に言うと。そうだね。はいはい。群彩でね、俺クスコの乗ってたんだけど、2リッターの SZR ですよね、あれは。そう、足かいたの。はい。すげえノーマルより乗りやすかったよ。確かに2リッターのフロントの軽さは魅力で、サーキットとかでもそのバランスいいかもしれないですよね。でも500万でしょ。ベース SZ って一番下のグレードが500万です。でこの間乗ったクスコさんのは SZR なんで2リッターの上のグレードで600万。何が違うの？これは電子サスとか電子デフトが、ちょっと高級バージョンなんですね、 SZR。 今後このスープラをサーキットで楽しむとしたら一番ベースの一番安い SZ をベースに結局サスペンション変えたりデフ変えたりいろいろするじゃないですか。それ SZ の方がいいんじゃないのかなっていう。ブレーキも変えたりするわけじゃないですか。まあチューニングする人はね。はいはい。そういうのが嫌な人はじゃあ R 買えばいいんだ。そうですね。でもうちょっとやっぱ高速トライルってストリートを楽しみたいっていうのはやっぱ3リッターがいいのかなと僕的には思いますけどね。トヨタ90スープラは楽しいかどうか GR スープラです。行ってみたいと思います、はい、どうぞ。今回は2リッターモデルに注目。トヨタ GR スープラは楽しい車なのか in 筑波サーキット。オートプロデュースボス SZ。SZ を選んだ理由とは？そうですね、RZ より100キロ軽いのと、SZR よりも少し軽いということで、あとは電子制御のパーツがなくてもいいのかなっていう気がしたので、とりあえず一番軽くて一番安い車を選んでみました。現状のチューニングは、外装エアロがちょこちょこっとついて、サスペンション開発中のサスペンションがついて、あとは、バケットシートぐらいで、エンジンの方はほとんど何もしてなくて、マフラーがついて、あとはそれに合わせて、ECU のチューニングをしました。ベースが162馬力しかなかったので、86よりパワーがない状態でスタートして、80馬力ぐらいはコンピューターで上がったんですけど、その後、もうちょっとブースト上げてみようということで、測ってはないんですけど、そこにプラスアルファされている状態ですね。どんなに頑張ってもそのミニと同じエンジンだったので、ミニが300馬力出てるのでそこには近くなるとは思うんですけど、ベースがいかんせん160馬力近辺なので、上がっても知れてるかなみたいな。理由はまだ分かんないですけど、走ってみないと分かんないっていう感じですね。さあ、それではスープラのチューニングカー行ってみたいと思います。まずはボス号300馬力ダイヤオポテンザ 12B です。行ってみたいと思います。さあ、2リッターターボ群彩で乗った時はね、すごくバランスが良かったですね。チューニングしていくんだったら絶対2リッターターボでしょう。300馬力ぐらいがちょうどいいよね。DK インプレッション。割としっとりしてるよね。もうちょいストローク欲しいかな。こう2から3のシフトアップがもうちょいね、こう3、4ぐらいパンパンといってくれたらすごくいい感じだよね。
穏やかだね。しかしこの300馬力ってね。タイムはリアがいつ出るかちょっと分かんないから、ノーマルもそうですよね。スープラの素のような動き、こうちょっとストロークが足りなくてピクピクって動くようなところがやっぱりまだ残ってるから、そこをやっぱり直してもっと乗りやすくすれば86みたいに楽しい車になるんじゃない？マックスインプレッション。やっぱ全然にさっき走るとちょっと動きが大きすぎる感じがしちゃうのかな。この日の路面は雨が降ったり止んだりのウエット状態。しかし2リッター楽しいね。これ今300ボストさん300馬力ぐらいだけど全然いいよこれ。ここでノートが入ってくるからね。普通あそこアンダーなんだよ絶対。タイムは7秒台をマーク。ボスさんのは、非常になんかストリートを重視しているようなマイルドなセットアップで、非常にストローク感もあって、前も後ろもストローク感があって非常に乗りやすいんだけど、サーキット来るとちょっとタイヤのグリップが高いせいかちょっと動きが大きいかなっていう感じがします。でエンジンパワーもレボさんと比べるとちょっとこっちの方が300馬力340馬力と300馬力ちょっと低いんだけど、そういうので全体的に車の印象はマイルドな感じがする。でもすごい楽しい。レボリューション SZ。 SZ を選んだ理由とは？ RZ よりやっぱり、100キロ以上軽いっていうことと、さっき出した時の軽さの武器は僕がよく分かってると思うんで、軽いところっていうのと、余計な装備がついてるんで、いらないだろうということで一番安いものを選んだっていうことですね。はい、現状はですね、オリジナルでエアロを一通り、全て作りまして、でそれに対して、スポーツ触媒と、それからオリジナルコンピューターですね、それを今暫定的に SZ はやれてきてます。はい、馬力的ではですね、ノーマルが185ぐらいだったんですけど、340ぐらいまではコンピューター何回かやれたんで、やってきてます。トルクが50キロちょっとですね。LSD は純正のオープンから、ATS さんで、カーボン LSD の試作品ですね、新設計の試作品とイニシャルトルクが40キロ弱ぐらいのものを、つけてます。はい、事前の走行で0秒8ぐらいは出てるんですよ。楽しくはなってると思います。はい、さあ続いてレボリューションの SZ2 リッターターボですけれども、こっちの方がパワーがありますね。340馬力で車重が100キロ軽いということです。行ってみたいと思います。86でもね、結構いい車作りますからね、レボリューションは。そういう意味ではどうかなと。いい音するね。パワーあるぞこれ。よく曲がる。これはよく曲がるぞ。100キロ軽いせいかな。これはよく曲がる。DK インプレッション。
これはいいぞ。しっとりしてるしね、扱いやすいこれ。乗りやすい。これいいかも。タイムは5秒台をマーク。このスープラは乗りやすいよ。これはね、トヨタも BM も勉強した方がいいかもね。これはノーマルよりもこうピクピク来ないよね。割とこう安定してて、どっちかっていうとフロントの方が逃げていく、リアがどっしりしててリアは何とも起きないみたいなね、そんな感じだから、まあリアがノーマルでもそうだけど、こうピクピクってくるのがこの車はないんで、そこがねすごくこう楽だし、なんか楽しいなっていう車に仕上がってますよ。あとはもうちょいフロントのグリップ欲しいかなっていう感じ。レベルは高いこれ。マックスインプレッション。12リッターありじゃない？楽しいなこれ。エンジンパワーそこまであるわけじゃないんだけど、全体的なまとまりがすごくいい。いや GT300 乗ってるみたいな感じだよね、一昔前の。にゃんと、それは嬉しいお言葉。少し前の本物のレーシングカーに街中で乗れるってことだ。ひょえー。トラクションめちゃくちゃあるし、さすがレボリューション。最高かこれ。このウェットだよ、ウェットでここまで走れるんだよ。すごいなスープラ2リッター。やべえ、これ欲しい。めちゃくちゃいい。素晴らしく楽しい車だね。この濡れてるウェット路面の中でもすごく曲がるし、トラクションかかるし、ちょっと危ない部分もあるんだけど、それがスープラのこう味みたいな感じですごく楽しかった。ちょっと驚いた、感動した。なんか昔のほんとちょっと前の GT300 とかレーシングカー乗ってるみたいな旋回性能とトラクションの感じとか、動きが横縦ってはっきりしてるからすごくいい、最高だ。レボリューションの RZ もチェック。今回がつくば初走行のマシンだ。現状はですね、フルエアロまではいかないんですけど、 SZ に比べて、ボンネットとハイマウントのスワンネックのウイングがついてない、ちょっと大人な感じの RZ みたいに、してまして、排気が、スポーツ触媒がついてて、で、コンピューターがオリジナルでセッティングしてありまして、で、サスペンションが D2、ブレーキも D2 がついてます。で LSD は電子制御の純正のままです。で性能的には487馬力のトルク72キロぐらいですね。いや RZ はですね、正直これ以上パワーとトルクっているのみたいな。さあそれでは続いてレボリューションの今度3リッターモデルですね、RZ。 これはねパワーありますよ、480馬力、全然パワーあります。で重いです。車重が1500キロ、さっきのが1300キロ。行ってみたいと思います。
DK インプレッション。フロントしっかりしてるなこの車。楽、運転してて楽。フロントが設置感がすごくあるから楽だなこの車。このトルクはいいわ。足もちょっとこうふにゃっとはしてるんだけどレベルが高いと思うなこれ。この足割とねふにゃっとしてるんだけどしなやかでいいかも。タイムは1分4秒台。乗りやすいな。やっぱこのトルクある車っていいね。トルクがすごくいい。あれじゃあ3リッター派？やっぱこうやって乗っちゃうとやっぱ3リッターこのトルクいいなって感じ。楽しいよね。いやこれはいいな。マックスインプレッション。やっぱ2リッターに比べてちょっと修正打がちょっと多いかもしれないな、立ち上がるところで。全体的にやっぱテールが少し出ようとしちゃう。フロントが少し柔らかいんじゃないかな。圧倒的なパワーはやっぱ3リッターだね。タイムは1分2秒台をマーク。はやー。評価のお時間です。千田さん、この雨上がりの難しいつくばの路面の中、スープラ SZ どうでした？楽しかったですか？雨っていうこともあるけど、はい。せーのドン。同じ SZ だけど、結構違いますよね。違う。ボスの方ははい後ろがこうある程度こう来るとピクピクってくるんだけど、レボリューションのは全然来ない。うん、確かに。だからレボリューションのは割とこう踏める、この路面でもね。はい。ただ難しい路面ですもんね。難しい、非常に難しい路面なんだけれども、はいじゃあどっちの方が雨っていうかこういう路面で乗りやすいのっていうと、レボリューションの方が俺はこう割とアクセル踏めるかな。わかりやすいですよね。でフロントがしっかりしてる。はい。フロントがギューッと入っていくから、でその後アクセル入れても後ろがベタっとしてるからさ、あこれ楽だなって怖くない、だからそういうその違いがあるね。ただやっぱり SZ はこれからだよね。はいねえ、これどうなのボスは。そうですね、いろんな大人の事情もあり、今日初走行なので、ああ、なるほど。それはしょうがないよ。あとね RZ ちょっと乗ったんだけど、はい、どうでした？全然いい。あ、全然良かったですか？全然ここに RZ 入れるんだったら俺95点ぐらい入れちゃう。それ RZ どこが良かった感じですか？どっちもレボリューションのはフロントがすごいしっかりしてるから楽なんだよ。はい。だから雨の中で一番楽なのが RZ。ああ、なるほど。だからこれからだね、SZ 仕上げていくのはね。だって86だって何年かかった2年3年かかりましたね。ボスはどう？そうですね、まあ本当に5年とかかかってるよねやっとかかって、その86の仕上がり方を見てると、やっぱねこの SZ っていうのはかなり期待できると思うよ。いや、本当いいと思います。なんだろう、この一番ベースグレードの SZ をベースにチューニングしていくっていうのが一番遊ぶには面白いのかもしれないですね。と思うね。俺だったらね、ちょっとびっくりしました。中古になった RZ 狙うね。RZ ですか？3リッター。トルクはね美味しいね。やっぱサーキットに乗ると3リッターよかったですか？トルクはなるほどね。
魔王への道はちょっと遠いかな今の状態だとね。やっぱこう86みたいにさ、軽さが出てくると面白いそうですね。そう何年もかかってきて86を押し上げてきたわけだからさ、そう考えるとそう簡単には魔王への道はね近くないね。まあ、あと560馬力上げたくてですね、400ぐらいですか？じゃあそうですね、400馬力の60キロぐらいまで来れば、まあ、RZ を追っかけ回せるんじゃないかと。でそれでまあちょっとハイフローを今ちょっとやろうとしてて、まあ、手軽にタービン交換が簡単にできるんで、SZ1 時間でタービン脱着できるんで、そこをちょっと簡単にできるものなんでやっていきたいなとはちょっと思ってます。それは面白いよ。それある意味面白いですね。だからこれからスープラの SZRZ はこれからです。いやちょっと驚きました。はい。